られたダメージの4分の3だけ自分の HP を回復するみたいですね。開催なのだ。積んだもんなのだ。今回もドラクエ2リメイクをやっていくのだ。縛りプレイのルールは脳筋王子一人旅、攻撃系の呪文と特技の禁止、オーブ装備禁止となってます。難易度は茨の道だぜなのだ。前回はミリエラを倒して4つ目の紋章を手に入れたので、今回は5つ目の紋章を探してます。デルコンダル王の話によると盗賊が5つ目の紋章を持っているようなのだ。早速盗賊のアジトに行ってきます。盗賊のアジトにやってきたのだ。ムーンペタの南東の場所にあります。以前もここに来たことがあるけど、鍵がかかっていけなかったところがあるのだ。そこに盗賊のアジトがありますね。イノシシみたいな野郎がいるのだ。ボコボコにして紋章を手に入れます。どう見ても魔物が悪そうなのだ。これは偏見ですが、魔物が悪そうですね。イノシシ野郎との戦闘になったのだ。ツインスワローを装備して妖精の剣で防御力上げながら攻撃します。前回の動画でレベル99まで上げたので楽勝なのだ。この敵は妖精の剣を使いながら戦うと楽勝だったので早送りします。右側の闇帽子を優先的に倒すのだ。闇帽子はヒプノスハントを使ってきます。ヒプノスハントは眠り状態の時に食らうと大ダメージなのだ。真ん中のワイルドホックが眠り状態にする攻撃を多用しますね。闇帽子を倒すとあとは大した攻撃をしてこないので楽勝なのだ。ワイルドホックを倒しました。ゴリ押しで楽勝だったのだ。紋章を持ったヌスットはどこかに消えたのだ。そのヌスットを探すことになりますね。次はムーンペタにやってきたのだ。さっき手に入れた鍵で先へ進めますね。むむむ、何かいるのかな。逃げたヌスットがいるのかな。これだろ。欲しいって言ってた不思議な小石ってのは。おお、それこそ探していた紋章に間違いない。さあお渡しなさい。いやいや、どう見てもこれ魔物だろう。どう見ても怪しいのに騙されやすい人が多いですね。本当にハーゴン教団は俺を認めて妹の病気を治してくれるんだよな。こらこら、そうやすやすと我が教団の名を口にしてはなりませんよ。話をそらさないでくれ。妹を元気にするってもう一度ちゃんと約束してくれ。いやいや、そんめんどくなさいですね。約束するわけがないのだ。いよいよ本性を表しますよ。あなたハーゴン様に対する敬意も感じられませんし、茶番もここまでにしましょうか。やっぱり魔物だったのだ。ボコボコにして紋章を奪い取るのだ。奪い取ったら脳筋王子も魔物と同類では。お前魔物だったのか。気づくのが遅すぎるのだ。魔物でも何でもいい。妹を治してくれるなら
俺との約束は。どこまでもおめでたいですね。確かにおめでたい約束だと思います。約束だのバカらしい。紋章さえ手に入ればあなたは用済みです。おやめなさい。誰です？いや、誰だっていい。ハードン教団の名において罰してやりましょう。破壊の神父との戦闘になったのだ。実は破壊の神父は意外と強くて、これが3回目の挑戦になります。何度か戦って分かったのだが、破壊の神父を集中攻撃した方がいいのだ。左右にいるベビルは倒しても、次ザオリクで復活しますね。奇跡の剣で HP 回復しながら攻撃なのだ。防御力上げれば大した攻撃ではないですね。この調子で防御力を上げながら攻撃、 HP が減ったら無双するのだ。順調に破壊の神父の HP が減ってますね。会心の一撃、大ダメージなのだ。なんとヨナズンを使ってきました。ベリアルに続いてヨナズンか。破壊の神父の HP が半分になると使ってきます。やばいのだ。なんとか HP ギリギリで耐えたのだ。でも破壊の神父もあと少しで倒せそうですね。痛恨の一撃が多いのでこまめに回復なのだ。ヨナズンより痛恨の一撃が厄介ですね。わわわわ、ギリギリ耐えたのだ。守備力が上がっていたのが幸いですね。マジで痛恨の一撃が多すぎだ。あと一息、ここは耐える時ですね。あと一発で倒せると思ったのに。そんなに世の中甘くなかったですね。毎ターン痛恨の一撃、ふざけるななのだ。脳筋王子はかなりイラついてますね。妖精の剣で防御力を上げるのをやめて破壊の神父を集中攻撃で倒すのだ。果たして破壊の神父を倒せるのか。痛恨の一撃で400以上のダメージ食らったのだ。防御力上げないとダメージエグいですね。ようやく倒したのだ。痛恨の一撃がきつかったですね。あとは楽勝なので早送りするのだ。痛恨の一撃をなければ破壊の神父は楽勝だったと思います。こんなはずでは。どうかバズズ様、お許しを。水の紋章が手に入ったのだ。ついに筒の紋章が手に入りましたね。全ての紋章が集まったわ。これでハーゴンの野郎をボコボコにするのだ。僕たち頑張ったよね。じゃあ妖精さんに報告に行かないとだよね。
とその前に妖精のところへ行くみたいです。妖精の城に行きましょう。ついに紋章を5つすべて集めたのですね。お使い頑張ったのだ。よく頑張りました。たくさんではありません。またお使いがあるみたいですね。次にあなた方が手に入れるべきは古来より伝わる妖精の笛、ハーゴンの本拠地たる闇の神殿にどうやって行けばよいのかということです。妖精の笛のニューストロンダルキアの生き方を調べろとのことです。ハーゴンをロンダル倒すにはキアへの生き方ぐらいどうにか調べておいてほしいのだ。あの山脈を越える術を探さねばなりません。妖精の笛はあれこれお使いイベントで入手できます。特に詰まるところなかったのでイベント省略なのだ。ロンダルキアへ行く方法はベルポイにいるモーモンに聞いてみます。果たしてロンダルキアへ行く方法がわかるかな。皆さんこんにちは。来てくれてもうとっても嬉しいです。さ、ちょっと相談したいことがあるんだけど、私たちいずれはハーゴンを倒すためにあの大きな山脈を越えなきゃならないの。でも人間にはとても通れないって聞いて、私たちがあの山脈を越えてハーゴンの神殿に行く方法ってないのかな。なるほど。人間がハーゴンのお家に行く方法ですか。そんなこと考えたことなかったからな。じゃあ僕は皆さんの願いを叶えるために大きなお山の向こう側に行ける方法を調べてきます。じゃあテパっていう町を見てきてほしいです。この牢屋の奥にラゴスって人がいるんですけど、その人がもうずっとテパのことを心配してるんですもん。僕もずっと気になってて、だから奥のラゴスさんの話を聞いてあげてくれませんか。わあ、見つかっちゃった。こんにちは、僕がラゴスだよ。ねえねえ、君たちは最近テパの町に行った？僕だってわかんないよ。でも怖いやつが変な弾を使ってみんなおかしくなっちゃったの。これがあればテパのお水の門が開いてお船が通れるようになるよ。お願いだからお月様の塔に行って怖いやつらを追い出して。ということでテパの町に向かうことに。地形がややこしくてどこから行くのかわからないのだ。脳筋王子は方向音痴ですからね。テパは北東にあるので右側を進むのだ。いやいや、これは違うと思うけど。ゲゲゲゲ、行き止まりだったのだ。方向音痴の本領発揮ですね。仕方ないので来た道を戻るのだ。かなりの遠回りになっていますね。ようやくテパにたどり着いたのだ。いや、めちゃくちゃ遠回りしましたね。なんでこんなアマゾンの奥地みたいな場所に村を作るのか疑問なのだ。ラゴスの言う通りに鍵で水門を開いて船で満月の塔に行きます。満月の塔の怖いやつらをボコボコにするのだ。またハーボンの野郎が信者を集めて怪しいことをしようとしています。やっぱり魔物なのでボコボコにするのだ。ホーンウィザードは弱かったので早送りです。ビーラマぐらいしか使ってこないのだ。ラオラルで仲間を生き返らせるのでブーメランでまとめて倒すと良いです。
場に行くとまた魔物が信者を勧誘しているのだ。そいつをボコボコにします。クレセンスと戦うのだ。何度か試してみましたが、妖精の剣で防御力上げるよりバイキルミンで一気に倒した方がいいです。色っぽい声なのだ。サマルセプシーですね。クレセンスは毎ターン回復するので火力を出して一気に倒すのだ。バイキルミンで574のダメージです。もう少し火力が欲しいのだ。おお、すごいダメージなのだ。サマコの応援プラスバイキルミン強力です。これはラッキーだったのだ。これで一気にクレセンス倒したいですね。クレセンスの攻撃はあまり強くないのだ。妖精の剣で守備力上げなくてもなんとかなりそうです。ミラクルムーンという技を使ってきたのだ。与えたダメージの4分の3だけ自分の HP を回復するみたいですね。奇跡の封じでもそこまで HP 回復しないので卑怯なのだ。敵だけするい技を使ってきますね。クレセンスの HP は半分になったでバイキルミンで一気に畳みかけるのだ。クレセンスの HP が赤になりましたね。これで一気に倒すのだ。HP が危ない。なんとか耐えましたね。果たしてクレセンスを倒せるのか。やりました。クレセンスを倒しました。意外とあまり強くなかったのだ。クレセンスを倒したところで今回は終了するのだ。今回は比較的スイスイ進めましたね。毎回この調子だといいのだ。次回はかなり苦労することになるとは、この時は知る由はなかったのである。次回はハーボンの野郎のところに行くためのアイテムを入手するのだ。ロンダルキアに行くためにはある2つのアイテムが必要ですね。それでは次回の動画で会おうなのだ。最後までご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録よろしくなのだ。